日本史承久の乱3 1221年承久3年5月、後鳥羽上皇は北条義時追討の院宣を下し、承久の乱が勃発する。では後鳥羽上皇は鎌倉幕府の追討ではなく、なぜ北条義時を名指しにして院宣を下したのかを詳しく見ていこう。後鳥羽上皇は朝廷文化に敬意を示す源実朝を通じて鎌倉幕府をコントロールしようと考えていた。そのため上皇は自分の皇子である頼仁親王を次期将軍にすることを内諾する。ところが実朝が興行に暗殺されたために、親王に代えて摂家将軍の九条頼経を討議させている。北条義時は北条政子とまだ幼い頼経を傀儡にして、武士の都である鎌倉の実質的な王となっていく。この義時の行動を看過できないと考えた後鳥羽上皇は、藤原秀康や三浦胤義らの側近と協議する。その会議で三浦胤義は、院宣を下せば北条義時に味方する御家人は1000人にも満たないと公言している。三浦義村の弟の三浦胤義は、妻が源頼家の元側室で、北条氏への恨みから朝廷へ寝返った人物である。胤義らの甘い見積もりを信じた後鳥羽上皇は、義時追討の院宣を下せば朝廷は間違いなく勝利できると考えたのであろう。ところが現実は大きく異なっていた。北条義時は初めての鎌倉市街地での戦闘であった和田合戦に勝利すると、政所と侍所の別当を兼務する。そして義時は御家人たちからは政治的にもまた戦時のリーダーとしても有能であることを認められていた。その証拠の一つとして、実朝亡き後、後鳥羽上皇が持統の交代を求めた時の義時の行動が挙げられる。上皇は実朝の弔問に訪れた使者に、上皇の愛称の所領の持統を解任することを求めた。これに激怒した義時は、北条時房に命じて1000騎の兵士とともに上洛させて朝廷方を震えさせている。鎌倉の御家人たちは義時の素早い行動に胸のすく思いであったに違いない。この鎌倉方の軍事行動を見て、後鳥羽上皇はもはや話し合いによる朝廷と幕府の歩み寄りは不可能だと考えた。1221年承久3年5月15日、後鳥羽上皇はついに北条義時の追討を決意する。院宣には、勅命に応じて北条義時を誅殺せよ。勲功の恩賞は申請通りにすると書かれていた。このような内容の院宣が各地の有力御家人たちに与えられたのである。ところがこの時、北条義時はじめ東国の武士たちは西国にまで勢力を伸ばそうとは考えていなかった。つまり後鳥羽上皇が義時追討の院宣を発していなければ戦闘は起こらなかったのである。承久の乱で幕府軍が朝廷軍の約10倍の兵士を動員していることから、北条義時がすでに東国を完全に掌握していたと考えられる。つまり北条義時はすでに東国武士の王に君臨していた。その事実を見誤った後鳥羽上皇が負ける戦争に突入する姿は、なぜか
第二次世界大戦の日本人の姿を彷彿とさせるのである。それはともかく、後鳥羽上皇が北条義時の中殺を命じてからわずか1ヶ月後、瀬田宇治川の戦いで勝利した北条泰時が京都を占領する。すると後鳥羽上皇は泰時に使いを送り、次のような首位の院宣を伝えている。この戦いは藤原秀康と三浦胤義たちが起こしたもので、あなた泰時が望む秀康胤義追討の命令を出そうと思う。これから私上皇は政務に口出ししないし、朝廷に武士を出仕させないという内容であった。この後鳥羽上皇の責任回避とも取れる態度に対して、北条義時は過酷な戦後処理を行っている。まずこの年の7月、後藤元清、佐々木広綱などの官軍の死亡者たちを斬首している。京都守護の伊賀光末を襲った三浦胤義は、兄の三浦義村に攻められ自害しているが、東国に残してきた幼児まで殺されている。幕府は後鳥羽上皇の側近の貴族たちも次々と処刑した。幕府は参議の一条信義をはじめ、中納言であった羽室光親、源有政たちを斬首している。つまり義時は戦後処理をそれまでの朝廷貴族のルールではなく、武士のルールで裁いたのである。そして北条義時は朝廷の最高実力者である後鳥羽上皇を沖ノ島へ配流することを決定する。続いて順徳上皇は佐渡に、土帝上皇は本人の希望で四国へ入るとなった。さらに義時は後鳥羽上皇の血統を排除するため、まだ4歳の中京天皇を引きずり下ろし、後嵯峨天皇を即位させている。北条義時の徹底した戦後処理によって、世の中は貴族の世から武士の世へと移り変わっていく。そして武士の世の中が以後650年余りも続いていくのである。